はい、どうもはじめまして、バンプです。今回は全ボス100%イベントがもう来ました。ということで、今回はね、全ボスについて、どんなボスなのか、護衛は何体いるのかっていう、ボスの特徴だったり、今のね、パーセンテージ100%といっても、カルトは今何パーセントっていうのもありますんで、全部ね、詳しいことを紹介しようかなと思いますんで、ぜひとも高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ということでね、詳しい詳細だけ紹介します。全ボス100%ということなんで、このね、夜にしか現れないボス、カルティストっていうものは、夜のファクトリーは2%。変わらずだね。で、カスタム、ウッズ、ショアラインが 20%。で、グラウンドゼロの場合、2% という感じになっています。だいたい 20% と思っていただければ大丈夫です。はい。それ以外のボスはね、もう100、100、100、100なんですが、パルチザンの方は今0%になってます。なんで湧かないです。だから命をね、よく狙われている PMC カルマチが低い方に関してはもうね、パルチザン今回いないので、安心してください。はい。他のボスはもうね、100% になってますんで、どこ行っても会えると思います。で、サンバカに関しては、海外ウィキを見る限り、ライトハウスだけ 100% になっています。カスタム、ウッズ、ショアラインに、あとね、他の3マップも湧くんですが、0% となっていますんで、今ね、ライトハウスの、多分ね、水処理と、青ニキ、どちらかにね、湧いていると思います。だから他のマップね、3マップいくら回っても出ないのはそういうことだと思います。探してる方はね、ライトハウスにレッツゴーです。はい、ということでね、ボスの紹介していきます。まずね、みんな大好き、工場長、ファクトリーのタギラさん。今パッと出てると思います。はい、このボスはね、護衛を持たないボスになっています。キラの弟っていう感じの、設定になっています。タギラさんね。頭がね、めちゃくちゃ硬いんですけど、後頭部丸出しのヘルメットを被ってる、このタギラさんなんですが、AI がね、バカで狩りやすいです。ちょっとダメージを与えて、顔を引っ込めるとね、ずっと回復し始めるんで、借りたい方はね、グレネード投げるやら、撃ったらちょっと引いて、詰めてきたりするのをやるとか。撃ってからダメージを受けるとすぐにね、回復モーションを行うので、その回復モーション中にね、倒すとか。目の前行ってもね、ずっと回復巻いてる時ありますんで、ちょっと AI がね、変な AI しています。最近ちょっと AI 変わって、動きがね、おかしい時がありますんで、気をつけてください。ファクトリーボスだね。じゃあ次の紹介、ウッズ、シュターマン。このね、ボスも結構人気ですね。このウッズの伐採場っていう場所にね、いるボスになっています。ウッズに行ったら、タンタンタンみたいな。3回ね、ドラグノフ、SVDS の銃声が聞こえると思います。その音が聞こえると、護衛かシュターマンね、ドイツ化が撃っているということなので、ボスいるなってすぐわかるボスになってますね。今回 100% なんでね、そんな心配はないんですが、借りたい方、シュタ20とかもありますんで、借りたい方はね、ぜひとも買ってみてください。護衛ボスの方がね、2体なので、結構借りやすいボスになっています。次、グーンズ。これね、サンバカって言われて、サンバカ、バカほど強いからサンバカって言われているのか、たまにね、変な挙動をして、めちゃくちゃ弱い時があるから、サンバカと呼ばれているのかわからない、このね、3匹のボスなんですが、いつもだったら、カスタム、ショア、ウッズ、ライトハウス。このね、4マップに湧くんですが、今回はね、ライトハウスだけ、100% になっているので、多分他の3マップは湧かないのかなと思います。はい、サンバカのね、紹介としては、ビッグパイプ、バードアイ、ナイトとね、この3人いるんですが、ビッグパイプはね、たまにグレポンだったり、そういうものを持ってたりするボスになっていて、中継役という感じですかね。で、ナイトに関しましては、この人はもう敵を見つけたら、どの距離でも詰めてきます。撃ってくるし、詰めてきます。めっちゃね、早いし、詰めてくるの。だから、軍図と接敵するときは、多分ナイトが一番最初なのかなと思います。はい、その次にね、バードアイ。このボスはね、めっちゃ遠距離でも撃ってきます。で、そのプラスね、足音がないのが特徴の一つですね。なんでね、バードアイだけなかなか見つからないってことね、ザラにあります。ナイトとビッグパイプは倒したんだけど、バードアイ、あいつどこ行ったみたいな。そういうことはよくありますんで、気をつけてください。じゃあ次ね、0% になってるんですが、パルチザンのね、パッとね、紹介したいなと思います。池尾寺のね、パルチザンさんなんですが、近くに
トリップワイヤーとかがあったら、あ、パルチザンいるってなるんですが、今はね、そんなことはないので、トリップワイヤーを見たら、あ、プレイヤーが仕掛けたんだなと思ってください。このボスね、PMC カラマッチによって多分ね、強さは変わるんだよね。PMC カラマッチ高い人は、多分ね、全然怖くない。パルチザン。めちゃくちゃ変な挙動して止まってたりしますんで。すごい、そのカルマッチに左右されるボスなのかなと思います。僕ね、カルマッチめちゃくちゃ低いから、気づいたら、頭部2パンとかあります。後ろから BP、7ミリの BP を撃たれてとか。マジでね、強い、驚異的なボスです。僕からしたら。このボスもね、足音がないんで気をつけてください。さあ、次のボス、カスタムですね。これ、リシャーラというボス。まあ一番ね、雑魚のボス、最弱ボスと言われているんですが、護衛が4体います。ズボンが、青と黒かな。なんかシベリア柄のパンツを履いているんですぐわかりやすいと思います。この4体の護衛の方がめちゃくちゃ強い、リシャーラは。で、なんか強い護衛と弱い護衛のなんか2種類いて、アルティンとか被ってる時とかあったり、もう普通のなんか弱いズッシュとか被ってる時がある。この2種類あります。まあ、強い方引けるとめちゃくちゃうまい。けどめっちゃ強いっす。でもリシャーラはめっちゃ弱い。ボスは弱いんですね。マフィアのボスということで、周りが強いという設定なんでしょう。まあ、確定でね、このボスは4体いるんで、4体倒したら、護衛4体倒したら、まあ、あとは楽かなという感じになっています。カスタムの量と新ガス、そしてね、真剣。この3箇所に分けます。はい。じゃあね、次。ショアラインのボス、サニターですね。この青い服でね、有名な、このサニターなんですが、コテージ、リゾート、ピアボートに、このね、3箇所にいることがあります。で、このボスはね、護衛の方が2体から3体います。なんで、3体護衛を倒したら安心しても大丈夫。たまにね、2体だ、少ないなと思って、漁ってる最中にね、3体目の護衛がね、潜んでたりしますんで、しっかりね、周り確認してからね、漁るようにしてください。このボス体力めちゃくちゃ多いです。なので、気をつけてください。多分ね、ボスの中でも一番高いんじゃなかったかな。普通に倒す中でもボスの中、でも高かった気がします。体力ね、1200ぐらいありました。マジで硬い。で、SP6 たまにも、詰めている武器を持ってたりするんで、油断してるとワンパンされます。さあ、次、インターチェンジのキラ。このキラはね、みんな大好き、アディダスのね、なんていうの、タチャンカヘルメットを被っているボスです。さあ、このボスね、インチェの全体に脇があります。今季は地下があるのかな？今季地下なかった気がします。たまに降りてきてることはあるんですけど、地下以外のモール内全体に湧くと思います。1階、2階、イデア、オリ、ゴシャンと。だから見つけるときはね、インターチェンジでフラッシュを投げまくってください。で、インターチェンジ行ったときにね、フラッシュがパン、パンって聞こえると、キラガリ勢いるな、と思ってください。で、キラはね、結構わかりやすくて、連射することが多いんで、ダダダダダダダン、ダダダダダダダンっていう音がインチェ内で聞こえたら、もうそれはね、キラが PMC を撃っているっていう感じになりますんで、キラいるって思ってください。まあ、今回はまあ 100% なんで、絶対いるんで、どこかにいると思います。で、そのね、銃声が聞こえないってことは、もう PMC に刈り取られたか、そんな感じだと思ってください。で、PMC を見つけると、もうずっと詰めてくるので、結構ね、慣れれば借りやすいと言われてますね、キラ。でも慣れてる人でも普通にやられることもあるんで、普通に強い。アーマーが硬いからね、結構ね、辛いんだよね。でも体力としては結構ね、低い方のボスになってます。890ぐらいなんで、まあ頭70。だから貫通力のある弾をバンと撃ってしまえば。次のボス行きましょう。次のボスはね、リザーブグラハーです。このグラハー、リザーブのね、5箇所に脇があります。6連倉庫と、この白ナイト、そしてね、地下食料庫、黒ビショップ、黒ポーンということで、まあ、いろんなところにね、脇があるということなんですが、このボス、めちゃくちゃ厄介です。護衛がね、最大6人います。石膏が2体、そのね、間を取り持っている護衛が2体、そしてグラハーに付きっきりの護衛が2体、プラス、リシャールと違ってね、グラハーのボス自体も最強という、とんでもないボスです。だいたいね、ボス合わせて7人いると思ってください。めちゃくちゃ多いね。で、もう、見つかると、石膏はね、どの距離いても詰めてきます。正直、球体の方いても球体の下ぐらいから見つかると詰めてきますんで、マジで、
石膏って言われるぐらいだから、2体はすぐ詰めてくる。護衛の種類がね、3種類あるっていう、なんかちょっと特殊なボスになっています。このグラハー自体はね、アッシュを持ってることがあるんですけど、まあ、M1A かアッシュかな。この2択が多いのかな。アッシュ持ってるときはね、まずチーター並みに強い。なしで、胸ワンパンだから、なんか弱い装備でいくと。まあ、5アーマーとかでもね、2パンで殺されるんですけど。で、M1A の時もね、M61 詰めてたりするから、もう AI がね、そんな高い弾詰めちゃダメよ。もう見つかった瞬間、瞬殺だからね。まあでもね、狩る方はぜひともね、頑張ってみてください。もう 100% なんでね。これがね、30% とかでも結構きついんだよね。やっと出会えたと思ったらね、普通に殺されたりするから。でも 100% なんでね、まあ何回もリベンジできるのかなと思いますんで、頑張ってみてください。はい、次のボス、ズリャーチ。このズリャーチはね、もう昔から 100% です。別に 100% 来なくても東大にね、ライトハウスの東大に絶対いるボスなんですが、まあ、ラップアだったり、あとはいろんな武器、なんか遠距離でね、肉ダメに高い弾で狩れるボスになってるんですけど、結構ね、特殊な狩り方です。護衛はね、両サイドに2体いて、まあ、ズリャーチから倒さないとね、片方、その護衛がどんどん増幅していくっていう、変特殊な湧きしてます。護衛から倒すと護衛がまた湧いてくるみたいな。変なボスになってますんで、気をつけてください。で、ズリャーチ倒しても、なんか地雷除去をしないと、アサリに行けないっていう、なかなかね、難しいボスで。さあ、次行きます。次ね、SOT のボス、カバンですね。このレクソスにいるカバン。このレクソスにいるね、このカバンさんはね、護衛がね、8から9人います。まあ、これね、下にいるわけじゃなくて、上の護衛も合わせて8から9なんで、まあ、上にだいたい2から4体いるかな。で、下の方に、まあ、4体ぐらいいる、4体から5体、6体いるのかなっていう感じです。まあ、機銃ついてるやつと、カバンのね、取り巻きの名前付き、取り巻きですね。絶対2体います。黒い服のね、取り巻きが2体絶対いますんで、その2体と他のなんか違うボス、護衛みたいな感じです。このカバンはね、なんだろう。慣れたら狩りやすいです。でもちょっとミスると、ぐだると殺される。普通に行かれるね。だからグレを投げながらしっかりね、対処していきましょう。こいつね、HP 多かった気がします。1300あります。高えサニターと同じぐらい。サニターよりもね、体力10多いんで、めっちゃ硬いんで、気をつけてください。さあ、次ね、SOT のもう1体のボス、コロンタインですね。このコロンタインは MVD のね、内務省のアカデミーっていう場所と、あとクリモフショッピングモール。フレアダスのすぐ横のね、青いガラス張りのあそこのショッピングモールに、どっちかに分けます。さあ、このね、コロンタインに関しては4体護衛がいます。で、このコロンタインね、最近追加されたボスなんですけど、まあ、体力の方がね、1055なんで、そんな高くない。まあ、平均ぐらいかな。ボスの中でも。なんですけど、結構ね、特殊な能力をしていて、このボスって、結構近距離になったら、タギラみたいな感じでね、近接で殴ってくるんですよ、コンボで。で、このコロンタインのコンボで殴ってくるモーションの時に、ターゲットされてる人は、武器、銃を撃ってもジャムります。これ 100% ジャムるので、いつもコロンタイン狩るときになんでこれジャムるんだと思った方は、それね、仕様です。コロンタインに金銭武器で狙われると、ジャムる仕様になっているんで、その時はね、気をつけてください。で、対応できるね、近接武器持っときましょう。殴り返せるね。連続で頭殴られるからね、コロンタインの仕様。で、ペペシャだったり、そのジャムらない武器に関してはジャムらない。普通に撃てます。で、ここで厄介なのが護衛4体確定なんですけど、この4体、コロンタインのコンセプトとしては、なんかね、重騎兵というか、なんか重い、重装備の集団っていう感じの設定なんで、護衛たちもね、結構硬い装備を使ってることが多いです。で、そんなに詰めてこない。籠城するボスになっています。だからそんな他のボスと比べて見つけたら詰めてくる、ガンガン詰めてくるってわけじゃなくて、見つけたらちょっとね、警戒態勢をしながらなんか待つ構えが多いです。だからグレを投げたら飛ぶことが多いかな。という感じになっています。はい。ということでね、以上。今回全ボス 100% ということでね、全部の紹介だったんですけど、いかがだったでしょうか。まあこうやってね、ちょっと、最近ね、なんか新規の方も結構ね、増えてきてるのかなということなので、
このボスのついての動画出してみました。もしよかったらね、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしたらまた別の動画で会いましょう。じゃあねー。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも